こんにちは。これです。今回の話題はこれです。ドーン。今度はアルゼンチンでビットコインが最高値を更新した。爆上げ連鎖の前兆か。チャートダウン。最高値更新。これはコインマーケットキャップに掲載されているアルゼンチンペソ建てビットコインのチャートです。アルゼンチンペソはアルゼンチンの法定通貨です。このチャートは数日間隔のラインチャートなので正確な高値と安値ではありません。だいたいこのくらいと考えてください。コロナの底は2020年3月につけた31万ペソ。2020年後半から2021年にかけて爆上げして、2021年11月に高値649万ペソをつけました。アメリカの量的緩和の縮小決定を境に強い下降トレンドが続き、2022年6月に251万ペソまで下がりました。そして今年2023年は上昇し、他の法定通貨建てビットコインは最高値からマイナス 60% 前後のところまで価格を戻しましたが、アルゼンチンペソ建てはもっと上昇し、2021年の高値を超えて4月28日に663万ペソをつけました。このように今年のアルゼンチンペソ建てのビットコインは他の法定通貨建てより大きく上昇し最高値を更新しました。最高値を更新した理由はこれです。ドーン。美しい下落。これはドル建てアルゼンチンペソの冷やしチャートです。2020年1月1日は1ペソ 0.0163 ドル。陽線を探すのがウォーリーを探せくらい難しい陰線が連続し、2023年4月28日は1ペソ 0.0041 ドル。つまり3年4ヶ月でマイナス 74.8% 暴落しました。美しいほど滑らかなチャートになっている理由は、このレートはアルゼンチンの中央銀行が調整している公式レートだからです。アルゼンチンでは個人の銀行口座から公式レートでドルを買うのは月200ドルまでと決められています。しかし、アルゼンチンはインフレ率が高いので、ペソのまま貯金しておくのは危険です。そこで公式よりレートは悪いけど、ペソをドルに変えられる非公式の市場があり、非公式の市場のレートのことをブルーレートと言います。チャートだ。これはブルーレートのアルゼンチンペソ建てのドル価格です。ドルの価格なので、チャートの上昇はアルゼンチンペソの下落を意味します。2020年1月1日は1ドル77ペソ。右端の2023年を見てください。1月から3月までは大きな動きはありませんが、4月に急騰しています。4月16日は400ペソ。4月25日は495ペソ。ペソ視点で見ると、わずか9日間でマイナス 23.8% という過去最大ペースの暴落です。この暴落を引き起こした原因の一つはこれです。ドン。これは1994年から現在までのアルゼンチンのインフレ率です。おなじみインフレは物価が上がることを言い換えると通貨の価値が下がることです。インフレ率は物価が1年間で全体的に何%上がったのかを表した数値です。アルゼンチンのインフレ率は2002年に 40.9% をつけた後は10年以上 10% 前後がついていましたが、2014年から上がり始め、2019年に 40% を超えて、2019年5月に 57.3% を記録しました。その後一旦下がった後、2022年から再び大きく上がり始めて、2023年3月に 104.3% をつけました。倍プッシュ。物価が1年間で倍になったイメージです。去年1万円だった商品が今年2万円。アルゼンチンのインフレ率が 100% 以上つけるのは1991年以来の31年ぶりです。インフレ率が高いと貯金が目減りしてどんどん貧乏になっていくので、ペソをドルに変えるアルゼンチン人が増加し、最近のペソ暴落の原因の一つになっていると考えられます。そこで中央銀行はこうしました。ドン。
これはアルゼンチンの政策金利です。政策金利は中央銀行が民間銀行にお金を貸すときにかける金利のことです。政策金利を上げると民間銀行が企業にお金を貸すときにかける金利も上がるので、資金調達をする企業が減り、景気の過熱が抑制されてインフレ率の低下につながります。アルゼンチンの政策金利は2002年に 91% まで上げた後、一気に下げて、2004年は 1.2%、その後ゆっくり上げていき、2019年の最高は 86%、2020年から2021年は 30% 台にしてましたが、2022年に思いっきり上げて、2023年4月に 91% にしました。倍返しよ！ 91% 以上は2002年5月以来の21年ぶりです。次いった。これは2016年から現在までのアルゼンチンのパックスフルの週間取引量です。パックスフルはピアツーピア型の取引プラットフォームで個人同士で暗号資産を売買できるサービスです。決済手段はクレジットカード、Amazon ギフト、PayPay などを含む300種類以上もあるので便利です。アルゼンチン人のパックスフルの取引量は2020年から増え始め、2022年までは1000万前後で推移していたのが、2023年3月に急騰して、過去最高の2888万をつけました。ちなみにパックスフルは4月に事業停止を発表しました。このようにアルゼンチンのインフレ率の高騰を受けて、ドルに換金する需要だけでなく、ビットコインに換金する需要も増えている兆候が見られています。次いった。緑色の線は公式レートでのビットコインの価格です。2021年のビットコインの高値は655万ペソ。2023年の高値は654万ペソなので、まだ最高値と同じくらいです。次に、青色の線はブルーレートでのビットコインの価格です。先ほど説明したように、ブルーレートのペソは実際に市場で取引されているレートなので、アルゼンチン人が感じているビットコインの価値の大きさはブルーレートの方が近そうです。ブルーレートの2021年のビットコインの高値は1310万ペソ。最高値は2023年4月の1376万ペソ。4月にペソが暴落したことで2021年の高値を 5% 更新しました。追記。これはブルーレート価格と公式レート価格の乖離率です。つまり、ブルーレートのビットコインの価格が公式レートのビットコインの価格の何倍なのかを表しています。2019年までは、ブルーレート価格と公式レート価格にはほとんど差はありませんでしたが、2020年から乖離率が大きくなり始め、2020年10月に初めて 100% を突破しました。そして最近また差が開き始め、110% を超えてきました。アルゼンチンペソ安が続いている理由は、アルゼンチンの中央銀行は通貨をすりまくる体質なのと、過去に9回デフォルトを繰り返しているため信用が極めて低いからです。このままいけば、記念すべき10回目のデフォルトは夢ではありません。アルゼンチン政府はドルの依存を減らすために、今年からブラジルと共通通貨の創設に向けて協議を始めましたが、自国の法定通貨の信用が低いアルゼンチンが発行する共通通貨が信用を維持できるのかが謎です。ブラジルでは2022年にビットコインを決済手段として認める法案を可決しているので、もしかするとビットコインを共通通貨し、アルゼンチンがビットコインを法定通貨にする日が来るのかもしれませんね。なお、発展途上国の通貨が暴落してビットコインが爆上げしても、先進国のビットコインの価格には影響ないと思いそうですが、ビットコインの発行枚数には限りがあるので、通貨が暴落した国でビットコインの保有者が増えると、その分希少性が増し、長い目で通貨が安定している国のビットコインの価格にもプラスの影響を及ぼすと考えられます。なので、この後もどっかの国で通貨が暴落し、ビットコインの最高値更新が起きると、爆上げの連鎖による希少性の高まりによって、爆風はいずれドル建てビットコインに到達します。次に最高値を更新しそうな国は、ガーナ、トルコです。以上、今度はアルゼンチンでビットコインが最高値を更新した爆上げ連鎖の前兆かでした。
この動画が参考になったらグッドお願いします。暗号資産で爆撃するためにチャンネル登録お願いします。バカげそうな草コインを探すならサブチャンネルをご覧ください。Twitter では暗号資産の速報をしているのでご利用ください。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。